昭和生まれのじじいは働くの大変でしょ。窓際の席用意しますけど。若くして部長にまで上り詰めた我が社のエース。確かに仕事はできるかもしれないが、彼は何かと俺をコケにしてくる。確かに俺が年を取ったことに変わりはない。いつ退職しても構わないのだが、まだ辞められないのには理由がある。いつまでもみっともなく会社にすがりついてないで、身の丈に合った生き方をするべきだと思いますけどね。俺がまだ会社に残っている理由をこの男は知らない。そのことがいずれ自分を苦しめることになるということも。俺は池田茂。いよいよ年齢も60歳を超え、定年退職や年金も遠い話じゃなくなってきた。長年勤めたこの会社もあと数年で退職になる。そう思うとやり残すことなくきれいにしてから終わらせたい。立つ鳥後を濁さず。最近は仕事をこなすたびにこの言葉を思い浮かべていた。会社には新しい人材が次々と入ってくる。俺は年配らしく後ろから支えていればいい。俺の残りの社会人生活はこのままゆっくりと終わりへ向かっていくのだと思っていた。ある日、俺が営業で外出しようとしていたら、突然部長から声をかけられた。ちょっと、池田係長、外回りに行こうとか思ってませんか？ええ、その予定ですけど。営業部の出世頭、山口大輔部長が俺を引き止める。困りますって、もういい年なんですから、おとなしくしていてください。山口部長は33歳で部長まで昇進しただけあって、優秀な営業マンだと俺も認めている。しかし、どうしても営業のスタイルだけは合わなかった。今の席が嫌なら、窓際の席を用意しますけど。いえ、大丈夫です。あからさまな窓際への案内に、俺は思わずため息をついた。営業スタイルの違いだけでここまで言われる筋合いはない。それなのにまるで俺を害虫かのように扱う山口部長には嫌気がさしていた。その感情が漏れ出てしまったのだろう。俺がそっけなく返すと、山口部長は不愉快そうに眉間にシワを寄せる。大丈夫じゃないから言ってんの。今はメールで営業する時代なんだよ。そうは言っても、商談で相手の表情を見ながら話せなければ、お互いに気持ちいい関係を築けないと思うのですが。その考えが化石なんだって。営業が足で稼ぐ時代は終わったの。わかんねえか。まだ昭和に生きてるじじいには。あれ？今って昭和何年ですかね？山口部長が大笑いするのに合わせて、周りの数人も笑っている。あの山口が部長に昇進してからというもの、俺はすっかり邪魔者扱いされるようになってしまった。周りの営業マンたちも山口と同じ年代だからなのか、年寄りいじりが楽しくて仕方ないように見える。とはいえ、俺だって自らが高齢なのも自覚している。今さら若手と張り合うつもりはない。これからアポもありますので行ってきます。おい、待てって。俺は部長が止めるのも聞かずに外回りへ出かけた。山口部長は俺のいない会社で俺の陰口を言っているだろう。会社の中にいたらいたで文句を言われる。営業に出ても意味がないと笑われる。俺が何をすれば満足なんだ。会社を辞めれば気が済むのだろうか。年下部長たちの笑い声が耳に残る。あえて気にしないようにして俺は取引先へと続く道をひたすら歩いた。翌日、俺は事務作業に追われていた。提案資料の作成、見積もりの準備、やらなければならない仕事は山ほどある。こんな時でも山口部長は俺に絡んでくるのだ。池田係長、PC でなんかポチポチやって遊んでるんじゃないですか？そんなことありませんが。そもそも PC 操作できるんですか？タイピングって知ってます？
山口部長は人差し指でキーボードを叩くふりをしている。俺はタイピングが苦手だ。今でも人差し指でキーボードを押している。だから山口部長のあの動きはきっと俺の真似だ。どこまでも人をバカにしてくる。確かに私は PC が苦手ですが、それでも資料や見積もりは作れます。仕事で困ったことはありません。俺の返答を聞いて山口部長は耐えられないとばかりに大笑いを始めた。あんたは困ってないかもしれないけど、俺たちは困ってるんだよね。ノロノロ仕事してるから売り上げも上がらないんだよ。山口部長は俺の PC 操作が遅いのがとにかく気に入らないのだろう。俺が事務作業のため社内に残っている日は必ずこのように邪魔をしてくるのだ。このせいでさらに俺の作業が遅くなってしまうのだが、気づかないふりをしているのか、それとも俺の仕事が遅くなることは何も感じていないのか。どちらにせよろくでもないことに変わりはない。ああ、早く若いやつ入社してこないかな。そう言うと山口部長はブツブツ言いながらどこかへ行ってしまった。俺と山口部長はジェネレーションギャップもあってなかなか意見が合わない。今回のようなことも初めてというわけではなかった。おい、池田係長、その資料は得意先にメールで送ってほしいって前も言いましたよね。今ファックスで送っていませんでした？はい、私の場合メールよりもファックスの方が早いので。俺の返答を聞いて山口部長は深くため息をついた。池田係長だけですよ。ファックスなんて前時代の遺産を使ってんの。しかしファックスで送ってほしいと先方から言われていまして、それを無視してメールに変えるなんて。それをどうにか自分たちの都合のいいように言いくるめるのが俺たち営業の仕事じゃないですか。クライアントの要望を聞くのも営業の仕事だと思いますが。はあ、もううるさいな。いいですか、これからはメールで送ってください。たく、毎回頭紙まで書いて。ファックスなんて紙代が余計にかかるだけで無駄な費用なんですよ。言いたいことはまだあったが、相手は上司。俺はおとなしく自分のデスクに戻り、メールを送る準備を始めた。しかし、それはそれで山口部長の気に障るようだ。いい加減、タイピングも練習してくれませんかね。練習する時間だってありますよね。外回りをしていたら、記者後は見積もり作成で手一杯です。だったら、なんでそんなに外回りに出るんですか？そもそも大した顧客も持ってないでしょ。時間なら余ってるはずなんですよ。山口部長のやり方も理解できる。俺だってメールの送信はゼロじゃない。でも速度が遅いのはどうしようもなかった。いや、本当に役に立ちませんね。昭和なじじいは解雇しかないな。解雇？いくら部長でもそんな権限あるはずが。会社のお荷物を辞めさせるぐらいわけないっての。いくらなんでも横暴すぎる。しかしいくらここで俺が抗議をしたところで山口部長の考えは変わらないだろう。一応聞いておきますけど、自主退職しておいた方が身のためですよ。俺、やるんなら徹底的にやるタイプなんで、池田さんに都合の悪いことをでっち上げることだってできちゃうんですよ。自分が何を言っているのか、この男は分かっているのだろうか。いい加減この年下部長の相手をするのも疲れてきた。もういい。最後まで責任を取って見届けたい案件もあったが、この会社に居続ける限り俺は消耗してしまう。それならばお望み通り退職してやろうじゃないか。わかりました。辞表を提出いたします。素直でよろしい。自分で言うのもなんだが、悪くない提案だったと思うぜ。池田さんはすぐに年金もらえるんだからさ。引き継ぎはどうしますか？山口部長は俺のことなどもうどうでもいいのだろう。スマホをいじりながら答える。別に大した案件もないし、引き継ぎはいらないな。明日から来なくていいから、机だけはきれいにしてくれよ。わかりました。俺は自分のデスクの整理をすることにした。引き継ぎは必要ないらしいから、
書類をすべてシュレッダーで処分する。それから次は PC だ。これも次に使う営業のために初期化しておかなければならない。あとは会社対応のスマホも同じように初期化をしておく。山口部長、すべてきれいに処分しました。そうか。じゃあ明日からもう来なくていいから。部長は俺のことを虫でも払うかのような仕草で追い払った。こうして俺は長年勤めた会社を後にしたのだった。だが山口は知らない。この時に大きな時限爆弾のスイッチが入ったことを。この後訪れる問題にお前がどのように対処していくのか楽しみだ。退職してから数日後、俺のスマホに一件の電話が入った。もしもし、係長、お疲れ様です。電話の相手は木村雄一。営業部では俺の一番弟子とも言える存在だった。素直ないい子で、俺は木村を一人前の営業に育て上げることを目標にしていた。係長が引き継ぎを全くしなかったって本当なんですか？係長らしくなくて僕には信じられないんですけど。本当のことだ。でも意図的にしなかったわけじゃない。いらないって言われたんだよ。山口部長からな。その山口部長が今朝から騒いでるんですよ。池田係長が引き継ぎもしないで退職した。責任放棄だって。案の定、やはりこうなったか。だから引き継ぎは俺から提案したっていうのに。そうか。報告ありがとう。木村はあまり気にせず仕事に専念してくれ。時期的に恒例の商談もそろそろ始まるだろう。相変わらず得意先の情報が全部頭に入ってるんですね。とりあえず係長も気をつけてください。あの様子だと山口部長は何か仕掛けてくると思いますよ。木村はそう言って通話を切った。さっきの話だと近いうちに山口から電話がかかってきそうだ。少しは反省していればいいが。それから数日後、会社から電話がかかってきた。今度こそ山口だろうか。もしもし。お前に確認したいことがある。メールじゃなくて訪問営業していた取引先はいくつある？電話の相手はやはり山口だった。挨拶もなしにいきなり本題から入る無礼さは変わっていない。やはりこの短期間で人が変わるなんてありえないのだ。しかもわざわざ電話してきたかと思えばこの程度の内容なんて。俺はため息混じりで質問に答える。すべて訪問営業ですよ。部長もご存知でしょ。私が無駄に営業に出ていたことぐらい。俺の返答に嫌味が混じっていることに気づいたのか、山口の舌打ちが聞こえてきた。本当に余計なことをしてくれたな。おかげで無駄な外回りに出なければならなくなった。お前の責任だぞ。それならメールに切り替えればいいだけではないですか？できるならとっくにそうしている。お前の取引先からクレームがあったんだよ。メールなんかで案内を送るくらいなら会社まで来て説明しろとな。お前に骨の髄まで洗脳されたくだらん客どもだ。そう思うなら契約も切ってしまったらどうですか？山口は黙ってしまった。俺には山口が言葉に詰まった理由がわかる。売り上げが足りなくなったから切りたくても切れない。そうですよね。黙れ、じじい。俺の言う通りにお前がメール提案に切り替えなかったからこんな面倒なことになっているんだ。責任は取ってもらうぞ。退職していますので責任はもう取れないのですが。バカめ。お前の退職金はすべて没収だ。昭和能のお前のことだ。どうせこの退職金を期待していたんだろう。残念だったな。お前の老後は食うものにも困るような地獄でしかないぞ。山口は勢いを取り戻したように饒舌だった。この調子では反省も何も期待できそうにない。さっきまで勝ったとか思っていたんだろうが、やはり最後に笑うのは俺なんだ。お前はその足りない脳みそで自分の老後でも心配するんだな。山口の電話は切れてしまった。耳がひどく疲れている。仕事を辞めてもすぐに無関係とは言えないのが厄介だった。1ヶ月後、今度は木村からの電話だった。久しぶりだな、木村、どうしたんだ？係長、今会社でちょっとやばいことになっちゃってまして。木村の声からは
明らかに焦りが感じられた。体を横にしていた俺も慌てて体を起こした。何があったんだ？実は係長が持ってた8億の大型案件が決裂しそうなんですよ。嘘だろ？あの案件はお前が引き継いでも問題ないほど確定している商談だぞ。俺の後一体誰が引き継いだんだ？山口部長です。最悪の人選だった。思わず言葉を失ってしまう。さすがに8億のマイナスは会社も無視できなくて、今はこの案件をどう立て直すかが問題になっています。それで木村はなんで俺に電話してきたんだ？池田係長を呼べと命令を受けました。山口部長からか？俺は行かないぞ。いえ、社長からです。ですから必ず来てください。今度は僕が怒られるので。社長からの呼び出しとはさすがに行くしかないか。わかった。準備してすぐに向かう。俺は通話を切ってすぐさま会社に向かった。会社に着くと想像以上にバタバタしていた。8億が取れなかった場合の穴埋めに追われているんだろう。俺はもう退職した身。用事を済ませて早く帰ろう。俺は足早に山口のもとへ向かった。山口部長。池田か。退職した人間がなぜいる？部外者が。社長が許可しています。木村が説明してくれる。俺が言うより説得力があったのだろう。山口は驚いたが諦めたように口を開いた。8億の商談で俺が先方を怒らせてしまったんだ。池田にできるような案件だ。俺にできないわけがない。そう思ってしまったのが悪かったんだろうな。大した準備もしないで商談に臨んだ。その結果がこのざまだ。商談は完全に決裂したんですか？まだしてないと思うが、もう絶望的だ。そもそもお前が引き継ぎをしっかりしていればこんなことにはならなかったんだ。山口は声を荒げて訴えてきた。俺は引き継ぎの確認をしましたよ。いらないと言ったのは山口部長の方です。それに俺は商談相手にもちゃんとお伝えしておきました。不慣れな営業が商談に来るかもしれないと。それならどうして俺じゃダメだったんだ？普段の態度が出てしまったんだと思いますよ。その人に敬意を払えない態度が。俺が大切に築いてきた先方との信頼を山口は一瞬で崩してしまった。その怒りを爆発させるように声を荒げると山口はうなだれる。俺はもうダメだ。今回の件でクビになっちまう。俺の言葉がやっと届いたか。これで考え方が改められるといいのだが。しかしこの考えは間違いだった。ブツブツと独り言を口にしていた山口が急に何かをひらめいたように顔を上げたのだ。いや、待てよ。そうだ、池田が謝罪すればいいんだ。俺は悪くない。悪いのは池田。お前だ。この男に反省の色は見えない。どこまでも自らの保身のことばかりだった。謝ってもいいですよ。私が頭を下げれば確かに元通りになるかもしれません。山口は安心したような表情を浮かべる。ただし、山口部長の辞表の提出と引き換えです。何を言っているんだ。それじゃあ意味がない。肝心の俺が辞めてどうする。それが嫌なら会社から解雇通告を受けることになるでしょう。損害賠償請求もあり得る話だ。へへ、損害賠償請求。そんなのありえない。俺は部長なんだぞ。そういうことなら俺が社長に進言しておきましょう。今までの山口部長のコンプラ違反も合わせて。社長の名を出すと山口の眉がピクリと動く。今にも怒りが爆発しそうなほど顔を真っ赤にしている。はあ？いかにも昭和らしい年功序列な頭してんな。年取ってれば偉いと勘違いしていないか。社長がお前の話など聞くものか。山口部長は知らないようだが、俺は数年前まで営業本部長に任命されていたんだ。お前よりも上のな。は？木村、池田の話は本当なのか？ええ、本当ですよ。というか、山口部長は知らなかったんですか？自分にしか興味のない山口部長らしい結末だな。騙されるものか。
そもそもお前が先方に謝ったところで元通りになる保証なんかない。先方の重役とは俺が入社した時からの知り合いでね、お互い平社員だった頃愚痴を言い合った仲なんだ。今回の案件はその重役から持ちかけられたんだ。俺がもう一度掛け合えば何とかしてもらえるだろうさ。知り合いだったのか。そもそもこれだけの大型案件に競合が出てこないなんて考えればわかるだろう。PC だけ触っていれば仕事ができるとは限らないんだよ。今回の山口の結果は自業自得だろう。いくら役職についても結局は同じ人間同士なんだ。尊重し合わなければ仕事もうまくいかない。山口部長、最後に選んでください。会社の処分を待って懲戒解雇と損害賠償請求を受けるか、ここで退職届を提出する代わりに8億の商談をやり直して損害賠償請求を避けるのか、どちらがいいんですか？退職届を提出します。お願いします。商談を元に戻してください。こうして山口部長は会社を退職。8億の案件は俺が再雇用されて担当することになった。山口はその後不動産の営業へ転職したらしい。そこでも人間関係がうまくいかず苦労しているようだ。俺は再びこの会社へ戻ってきた。早いところ後継者を育てなければならない。候補は当然あいつしかいないんだが、褒めるとすぐに調子に乗るのがたまに傷だ。